皆さんこんにちは。チャプターズブックスター書店主の森本萌乃です。スタッフのななみです。はい。なんかラジオ、これ今年最後かな。そう、2026年最初かな。うわー、どっちでしょうね。最初かな。じゃあ言っとこっか。皆さん新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もチャプターズと、そして楽しい本と書店員とよろしくお願いします。お願いします。すごいね。1年間ってもう光のごとく過ぎてくね。いやー、あっという間でしたね、今年も。でもやっぱり1月になるとさ、今年こそはとかさ、今年はみたいなこう前向きな雰囲気に溢れるよね、自分自身の心が。1月っていいですよね。これ気持ちいいよね。なんかチャラになっていく感じ。全然何も変わってないのね。そうそうそう。なんか心スカーって晴れてるみたいな。なんか今日はそんな新年お年賀ラジオなんで、はい、去年の話とあとは今年の抱負というか、はい、今年どんな1年にしたいか、どんな本読みたいかとかちょっと話したいなと思ってななみちゃんとラジオを撮ってみました。はい。来年違うか、もう去年の話からしようかな。そしたら去年、チャプターズニュースみたいなのはさ、あれだもんね、ホリデー選書ボックスの冒頭でちょっと喋ったもんね。いや違うんですよ。あれで話しすぎて、10分とか尺取ったんで、行く年来る年話はここでやろうっていう。なるほど、そうだった。そうだ。編集の方に全カットされました。これあれか、もう完全にもうどうでもいい話していいんだ。そうなんです。何でも。OK。よかった。じゃあ私の去年の衝撃は推しができたことですね。いやずるいですよ、一人だけ先に。ね、なんか私たち推しがいないっていうことを悩んでたのにね。そう、一緒に悩みをあんなに分かち合ったじゃないですか。でもなんか最近さ、なんか SNS で見かけたんだけど、高学歴、高収入の人は推し活をしないみたいな記事がすごいバズってて。そうなんですか。なんか私推しできた万歳とか言ってたわとか言って、だからすごいなんか低学歴低収入だった。そんなことないですけど。爆笑しちゃった。そんな記事があるんですか。らしいよ。そうで、私は何にハマったかというと、大相撲にハマったんですよ去年。なんかそれがまた萌乃さんっぽくていいなって思いました。ね、私さギリギリハマりそうになったのがちゃんとダサいよ。ダサいとか言わないで。スカイハイさんがやってる BMSG グループの、マーゼルってわかる？わかります。BE:FIRST の次のグループ。マーゼルの YouTube がすっごい面白くて、私マーゼル押そうかなみたいな、って思ったんだけど、やっぱなんかそこにふっと入ってきた大相撲これがね全部持ってって私の興味関心。よかった。そっちの方が萌乃さんっぽい。本当に。でマーゼルも好きなんだけど、大相撲がもう本当にやばい、私これ本当好きになってしまうかもと思って、早3ヶ月今も絶賛推しており、初場所楽しみです。1月。じゃあだからあれだもん。そう11月だっけ10月だっけ9月だっけ、秋場所の時もう相撲にハマったのが秋場所の後半ぐらいだったから、そこから私確か全部リモートだったと思う。家から見たくて相撲中継。確かに来ないなって思ってました。でしょ？多分ね、秋の初夏の秋初めの頃私行ってないと思う、会社。相撲かい。そうだちゃんとハマれで、なんかね、ちゃんとハマれたと思ったエピソードがあって、家族に相撲のチケットあるからおいでって言われて呼んでもらって、で相撲見てすっごい楽しくてありがとうって言って帰ったの。でそっからでもなんだか忘れられなくて、夜中に相撲検索始めちゃって、でなんかそれがなんか3日ぐらい続いて、でその1回力士見て落ち着いてニヤニヤしてる自分がいて、仕事から離れていつしか、これってもしかして推しがくれる感情ってこれかっていう、なんか一旦力士見て落ち着こうみたいな気持ちになって、その推しの力士何人かいるんだけど、その相撲というカルチャーとそのなんか力士という職業とかスポーツへの尊敬とか、その彼らの切な的ななんか定めみたいなこととかにすごい気持ち入っちゃって、でなのになんかフォルムで可愛くてさ夜中なんか TikTok とか見て爆笑してて一人でようこそ推し活へって思ったのよ。それはすごい。
しっかりとしてるよね。しかもなんか人間って3ヶ月続けられたら習慣化みたいなっていうか、よく言うじゃないですか。3ヶ月しっかり押してるってことはしっかりね、推しがいるって公言できますね。そうしかももうずっと芸能人とか有名人とかスポーツ選手とか誰も応援したことなくて、そんな私がだから初めてちゃんとこう好きって思った基準がそこだったのよ。もう一旦ちょっと相撲のこと考えて落ち着こうみたいなとか、もう相撲のこと考えたくて一瞬仕事中断するとかもうなんだ相撲中継見たいから仕事調整して夕方 NHK ずっと見るみたいな。へー、うん、なんかこの自分でスイッチ入った感じが初めてで、いいなって思って私は相撲を推しております今。大相撲面白くて、でさ、初場所もねチケットいっぱい申し込んだの、ファンクラブ入って、全部落ちて。いやいけないですよね、そんな簡単に。今すごい人気みたい。なんかさ、誰か関係者さんくれないかなとか言ってさ、周りのさ相撲なんとなく知ってそうな人にさめっちゃ媚び売ってんだけど今、チケット回ってこないね、なかなか。誰ですか？難しい。だから相撲を今年は推していくというか、やっぱテレビから応援していきたいなと思っています。いいな、いいですね。そうなの。しかもね、大好きなね力士がね、裏関って裏っていう力士が大好きなんだけど。いやもう聞きましたよ。裏さ、回しがピンクなのよ。あ、そうなんですね。そうで、私ピンクも好きだから、で裏見てると本当一旦裏見て落ち着こうみたいな。でなんか裏結構性格がね意地悪なの。割とインテリ系で、手の内明かさないちょっと謎な男で。なのにフォルムとその顔のこうベビーフェイスなんかとぼけたクマみたいな顔してて、もうなんかもう小難しいみたいな、こんな可愛い見た目なのに何回みたいな感じとか、全然なんかファンサービスも結構悪い方で、ですっごい面白い見せる相撲を取るのよ。なんかそう取り組み見てるだけでも面白いし、なんか相撲のもっとルールとか伝統とかももっと知りたいなと思って。そうで、力士ってさ、もう一人でねアメフトあるいはラグビーやってるのもんなの。もう太んなきゃいけない。で自分の重心を置かなきゃいけない。なのに攻めなきゃいけないからめっちゃ筋トレしなきゃいけない。でめっちゃパワーつけなきゃいけない。でも痩せちゃうからまた食べなきゃいけないみたいな。攻めた守り一人でやってるこんな刹那的なスポーツあんのかなみたいな。しかも完全一人。そうですね、それがねもうすっごいかっこいいなと思うんだよね。で四股踏むじゃん、よいしょって。で私すっごい綺麗に上がるのね。力士の人って150キロとかあるのに足が綺麗にピーンと。で私もできるのかなって。私家で今四股踏んだんだけど家でこの間四股踏んだんだけど、全然足上がんないの。力士の人柔軟性もすごいの。あれは柔らかさなんですか？そうだからちょっとみんな四股踏んでみて、すっごい難しいよ四股踏むって。やろう後で。全然上がんなくて、すごいよ。横綱とか大野里と豊昇龍って今2人横綱いて、で幕内っていう一番その強い人たちの戦いが始まる前にこう四股を踏んでくれるんだけど、その横綱2人が、本当に綺麗に上がるのね、足。すごいなって思って。で今ちょうどなんか横綱って1人の時もあるんだって。だけど2人いるからすごいちょうどなんか応援しがいがあるというか、こうなんか二大巨頭どっちが勝つかみたいな。それなんかじゃあ、裏とじゃなんかもう一人萌野さんがちょっと推してるかもなみたいなこう、力士の方2人でバチバチってなるときは、やっぱ裏を押すんですか？いい質問ね。これ仕込んだぐらいいいわ、ななみちゃん。素晴らしい。相撲ってまたこれが素晴らしくて、幕内って全体で4、50人いるのかな。この人たちがその場所で総当たりで当たっていくのね。バン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 って。総当たりなのかな。まあでもとにかく13日か14日連続で、もうこの辺も知識がまだ浅くてごめんなんだけど、そう毎日戦うのよ。一組取り組みあって、で総当たりでやっていくから、で勝ち越さなきゃいけないね。勝ちが多い方がいいのよ、っていう中だともう別に一喜一憂してらんないの。で、勝った人もすごいつつましくいなきゃいけないし、ガッツポーズしちゃいけないのよ。で負けた人も別になんかすっごい悔しくクソとか言っちゃいけないの。悪態ついちゃいけないの。
なぜなら伝統芸能だから、伝統スポーツだから。確かに見たことない、そんなこと言ってる。だからそうガッツポーズとかするとね、注意が入ったりするの。はあ。その部屋に。だからみんなが相撲というまず一個の伝統の場所をその度に作ってるの。そうなんだ。そうだから勝っても負けてもどちらも尊敬の心を忘れないというか、勝ち負けなんだけど勝ち負けだけが大事じゃない。で一戦が大事なわけじゃない、この13日14日続くこのずっと一つの場所を勝ち越すことをちゃんとやっていく、その戦略とかメンタリティの保ち方が大事。そうなんだ。そうなの。相撲って面白いのよ。で、強い人とだから最初当たりまくる。例えば前の場所、秋場所とかって裏関って最初の方にもう横綱当たりまくって、やっぱ強い人からどんどん当たっていくから負けまくったんだけど、最後やっぱどんどん自分よりも今位が低い人たちと当たっていくとどんどん勝って勝ち越したのよ。そうだから最初負けるとメンタルくるじゃん。だけどやっぱちゃんと勝ち越しまで持ってった裏関はね、やっぱねかっこよかったな。精神の戦いなんだ結構。そうでやっぱ負けたものにも勝ったものにもリスペクトがあることがで、もうさ場所毎回同じメンバーで集まるからさ、もうなんていうかクラスメイトなのよねみんな。そうだけど別に一人ずつの完全個人試合だから、チーム戦でもないというか、なんかこう内輪な感じもあるけどみんながみんなを尊敬し合ってるの。いやすごっ。ね、興味出てきたでしょ。いやもうね、そので取り組みって1分あったら長い方なの。ほんと10秒とか3秒で決まる世界をみんなもう一回言うけどいっぱい食べていっぱい筋トレしていっぱい技磨いてまた食べて自分をさ律してんのよ。すごくない？そうか。なんかそれで言ったら私相撲のネトフリのドラマ前野さんにおすすめしたじゃないですか。サンクチュアリ。サンクチュアリね、あれは私は見れなかった。見方が変わってくる。なんかサンクチュアリは無理だった。私全然相撲の知識ないまま、ただこうエンタメ、ヒューマンドラマとしてサンクチュアリめっちゃすごいなみたいな、面白かったって思って結構好きだったんですけど、萌野さんの今の話聞いたら主人公も邪道すぎますね。失礼だ。ダメそうでもさ続きやるか分かんないけどこっから先、サンクチュアリまだ続編があるならどんどん多分横綱になっていくと思うから、礼儀とかその伝統とかを背負い込んで私の好きな相撲の世界に入っていくと思うんだけど。確かに。いやそうですね、ドラマにはドラマにまた良さがありますけど、今礼儀をねちょっと書いてるドラマではあったかもって個人的にはただのにわかファンだけど思っちゃって。いやすごい。いやでもね面白いのよ相撲。こんなハマったのにチケット取れないっていう。だからさスノーマンのファンとかも一緒なんだろうね。もう抽選落ちたみたいなのでさ、SNS 引きこもごもじゃん抽選結果の時、私もさ抽選落ちたってつぶやこうと思ったんだけど、つぶやく前に一回相撲抽選で検索したらもう30件ぐらいしかなくて、やっぱもう相撲の人は別にわめかないんだって私も今年もテレビから応援しますって思って萌野さんが力士の人のマインドみたいな、そう本当にさですごい寿命の長いスポーツなんだよね。自分の短いスポーツなんで、今41歳とかの力士がいるんだけどまだ幕の内すごいんだけど、すごいですね。いやすごい玉鷲っていうねもうダンディーな人がいるんだけど、でもやっぱりこう一生力士でいけられるわけじゃないから、私も本当推しは押せる時に押しとけって言うじゃんみんな。言いますね。もう意味めっちゃ私もなんか緊張してるもん。来年初場所今月だ、今月の初場所裏がどうか納得のいく相撲をできますようにってすごい思ってる。そうか。あとでもなんかみんな好きでも裏関が特に好きだけど、あと愛妻家の高安関とかあとなんかちょっとぼーっとしてるなんかこうアホっぽいニヤニヤしてる熱海富士とかもうみんな好き、かわいい。あと本当私豊昇龍も大好きだし、なんかヒールみたいな悪い顔してんのに、なんか結構笑うと可愛くてイケメンなのよ豊昇龍。すごい大野里のなんかこうまだピチピチで22、23歳若いんだよな、4、5歳そうなんか若き本当なんかルーキーが横綱に君臨してる感じもいいし、
相撲はね、もうアベマ TV でも見れるし NHK でも見れるんだけど、移動の時はアベマ、家は NHK みたいな。はあ、もう相撲の話してる時の萌山さんの声が生き生きしてる。あ、本当よかった。相撲は楽しいよね。いないですよ。いるかな、なんですかこのさ、楽しい本と書店員の見てくれてる人に相撲ファンいたら、いるかな。いたらなんか推しの関取の名前書いてください。いや、羨ましい。なんかその推しでしかまた得られない感情みたいなのもきっとあるじゃないですか。尊いとか、尊いを超えるまたその先の感情みたいな。で私はさ、その力士ってスポーツ選手でさ、精神統一とかしなきゃいけないし、だからファンサとか別にいらないわけよ。肩が強くなきゃいけないから、私はもう絶対出待ちとかはできない。もうなんか、もうしっかりと応援できる限り、土俵の上の皆さんを見たいなと思ってる。いや、でも今思ったんですけど、オタクって早口って言うじゃないですか。あ、やっぱり早口、いつもより早口です。ああ。やっぱ熱量こもると早口になるんですね。大相撲最高。いいな、いいな、ずるい。いや、あんな可愛い楽しいぽやぽやんとした力士たちがなんか背負い込んでるものとか伝統とか、知るともう尊敬しかない。もう結構マジの命がけスポーツだと思う。怪我しないか心配で見れないとかないんですか？ある。でも受け身も結構やっぱみんな練習してるから、ね、怪我しないでほしいね、本当。だ裏関とかはさ、一回怪我で重量って下まで落ちてどんどん上がってきて、すごい上がってきたんだ。そう、今は結構いいとこにいるから、ね、もっと前から押せてたらもっと応援できたんだけど、でももう出会ったのが9月でしたので、ここから裏関引退までちゃんと推したいなと思ってます。押せるうちに。本当にそう。推しがいる生活ってさ、でもなんかこれ恋愛と重なっちゃったら辛いけど、私にとっては結構なんかもう超最高の娯楽、だから場所が人生のカレンダーに入ってきただけでも超嬉しい。だからなんかジャニーズのさ、ライブの現場が好きだって子いるじゃん。いますね。意味わかるわって感じ。はあ、私はいつか現場という名の国技館に行きたいな。かっこいい。現場国技館。行きたいなと思ってます。やばい、私のオタク語りずっとしちゃった。ななみちゃんはなんか去年、じゃあななみちゃんハマったもの何かある？去年推しまではいかずとも。でもさ、あれだよね、この間の動画の時にジンいっぱい読んだ1年だったって言ってたよね。本当にいろんなジンを読みまして、で本当はホリデー選書ボックスジン入れられたらいいなって思ってたんですよ。けど思った以上に難しかった。ジンって読めば読むほど無法地帯で、そうなんだ。難しい。やっぱこうなんだろう、出版社さんから出てる本って出版社さんの名前背負って出てるんで、結構こう面白いっていうお墨付きがある程度ある。もうジンって個人出版だったりとか、ほんとちっちゃい出版社さんとか団体とかから出てる本なんで、面白いかどうかじゃなくて出したいから出すみたいな感じなんですよ。だから本当に何のこっちゃ意味わからんにたくさん当たって、でもなんだろう、だからこそのこうよりじゃあ出版社さん、大きい出版社さんから出るよりも濃い人間臭さみたいなのをすごく感じられて、私は結構好きだな、やっぱジンって思ったのと、本って本当に奥深い読み物だな、なんかものだなって考えさせられた1年でしたね。そうか、確かななみちゃん結構ジンよく読んでるなと思って、その発掘してっていうのかっこいいよ、なんか書店員として満を持して選書ボックスに入れたかったんですけど、よっしゃ来たみたいなのが、なんだろう、なかった。個人的には好きだけど、選書では違うかなっていう、そこのなんか葛藤もあったりして、そうでも一個私吉祥寺にある100年っていう本屋さん
が好きなんですけど、そこは結構ジーンの取り揃えっていうか、なんかセレクトがすごい素晴らしい本屋さんで、暇さえあればそこに駆け込んでジーン探してみたいな、そうなんだ。そう結構やった1年でしたね。なんかじゃあそんな中でも良かったジーン去年出会って3つぐらい知りたいな。うわー、3つもないかもな、でも、1個じゃあ1個一番良かったのはこれ、また回なんですけど、彩香さん、鈴木彩香さんが新しいジンを出されたんですね。人んちの家族の彩香さんだよね。そうですそうです、人んちの家族、あれはもうね、家族の話をまとめた素晴らしい一冊だったんですけど、次の本はなんだっけ、呪われていたね、でも楽しかったねっていう本ってちょっと彩香さんのイメージとは違う暗いタイトルの本。そう彩香さんってすごいこうラジオのパーソナリティとしてご活躍されてて、結構お話ししててもすっごく明るくって元気もらえるような方なのに、わかる。なんか絶対さ、クラス替えで鈴木彩香って入ってたらよっしゃ同じクラスだと思うタイプの女の子だよね。やったーみたいなる、そうだし、こう学校のイベントとか絶対盛り上げてくれるぐらいの、エネルギッシュなイメージがあるのに、そんな彩香さんの本のタイトルが呪われていたねみたいな、彩香さん呪われてたのみたいなのを、なんだろう、気になって読んでみたら、彩香さん彩香さんなりにやっぱりこうご自身のコンプレックスがあったり、結構なんか物事に対してちょっと暗く考えちゃう部分がある。でもやっぱりこうなんだろう、年を重ねるにつれてだったり、お仕事する面で、これじゃいけないっていうので、無理やりこう明るく振る舞わなきゃいけないっていうところでのまた葛藤だったりっていうのを書かれてて、なんか私それ読んでる時ちょっとメンタルがしんどい時に読んだんですけど、本当に救われて、なんて本当に素晴らしいエッセイストさんが出てきたんだろうって、彩香さんが本出してくれてありがとうって思ったな。私も鈴木彩香さんはね、商業出版社さんからも出ると思うよ。いやもう早く行ってほしい。うますぎる。もっとたくさんの人に読まれるべき作家さんだなって思います。そうですね。はい。なんかさ、でもじゃあそれを選書ボックスに入れなかった理由は何かあるの？暗すぎたっていうか、なんかちょっとしんどい時に読むのはすごくいいけど、年末に読むと、なんだろう、今じゃないなって思った。そうか。で、そう今回は入れなかったんですけど、そうだし、多分なんだろう、萌野さんどうだろう、萌野さんがその鈴木彩香さんの呪われていたねが好きかどうかわかんないけど、多分こう、すごく明るい人が読んだらわからない部分もある本なんじゃないかなって思ったりもした。で、そうボックスには入れなかったけど、私はすごく好きだった。個人的に読む人の結構みたいな本質的な性格によるってことか。いや、そうです。なるほどね。そっかですね。で、もう一個でいくと、これはジンじゃなくて、一応出版社さんから出てて、夏ぐらいの選書ボックスに入れるか悩んだ、おめでたい人、のようなカード、そう同じ作家さんの寺井直美さんだったかな、の方の、エッセイと短歌集がこう交代交代に載ってるような、作品集なんですけど、あれはなんか心の温まり具合がすごいいいなっていうのと、やっぱタイトルから出るおめでたさみたいなのが本当に素晴らしくって、本当になんか心がこう、なんだろう、気持ちがおめでたくなるっていうか、なんだろう、すごくこう楽しい気持ちになれる一冊だった。あれはそう選書ボックスではやっぱこう短
カのクオリティ的にはのようなカが良すぎて、こう前野さんと相談して、そうだね、なんか私がのようなカ好きすぎたね。そうそうそう。もうごめん絶対こっちだって言っちゃったもんね。そうあれはタンクが本当に素晴らしかったんですけど、なんだろう、私結構暮らし系のエッセイ、小原晩さんとか工藤レインさんとか好きだったりするんで、そういう系が好きな方はきっとおめでたい人も好きなんじゃないかなって思います。そう私おめでたいっていう言葉が最近すごく好きで、一個きっかけ前野さんなんですよ。前野さんご自身のことおめでたい性格だからって言うじゃないですか。言うかも。おめでたいもんな私。おめでたい性格だから悩まなきゃいけない時に悩めないってし、なんか寝たら忘れるんだよね大体のこと、私おめでたいだよって言ってそれがすっごく好きで私。よかった。そうなんだ。私も寝たら大体のこと忘れるんですよ。辛いこととか、なんか悲しいこととか。でも私はそれをなんだろう、なんか物事を真剣に考えない浅はかな人間だって感じに思ってたのが、萌野さんになるとおめでたいっていう考えになるのかみたいな、めっちゃいいじゃんって思って、私もそっから私もおめでたい性格だからっていうのをすごくこう意識しながらっていう中で出会ったおめでたい人っていうタイトルの本、もうそりゃ元気になっちゃってしゃあないよねっていう、そうすごいもうじゃあ好きな言葉だったんだね、おめでたいが。感にあふれる一冊だったんでよかったなっていう。はいです。そうか。なんか私あれかも、ジンだと去年初めてね文振りも行ったもんね、一緒に。行きましたね。あれでやっぱ失恋マゾっていうさ、覚えてる？覚えてます。あれ私読んでないんですけど面白かったって言って。面白かったんだよね。なんか恋愛は始まっちゃうとすごく終わりに向かって必ずバッドエンドになってしまう。だって別れるしかないから。失恋は一番高ぶった状態でうまくいかないけれどでも好きだっていう感情が残るから、もう失恋が一番最高のコンテンツだって話してて、なんかそれ、すっごいなと思った。お悩み相談ラジオで私は振られに行くじゃないけど、振られる感情も好きだみたいな話したの覚えてますか？言ってたね。そうなんで多分その本好き。そうだね。なんかその失恋してもう一人で終わらせるこの感情がマゾだし、失恋がたまらないんだって。失恋が大好きなんだって。その失恋マゾは。いいな、尖ってんな。わけわからんよね。すごい面白かった。でもそうあれかな私。でもさ、失恋マゾをさ、選書ボックスに入れるわけいかないからさ。そう入れられない。もうちょっと概念としてもぶっ飛び素晴らしい。しかもめちゃくちゃしっかりとした定義があったのが、賢いなと思って。賢い人が本気でふざけてるって一番いいじゃん。いやいいです。最高。その感じがあったんで、私的にはおすすめ。だけど。永遠にチャプターズでは紹介しないと思うんだけどね。いやそうですね。なんか個人的なお気に入りとして。そうね、趣味に全開で。でもそのなんかジンの良さってやっぱりそのどこまでも尖れるとか、どこまでも自由にいける感じが最高だなって思って、なんかやっぱりこう文章だけじゃなくて、それこそなんか短歌集でもないし詩でもないし、なんだろう、ただ会話の一文を切り取った一冊だけもあったりするし、でこう写真集にちょっとだけ言葉が載ってるっていう形もあったりするし、なんかそのクリエイティブな感じも私はすごく好きだなっていうのがすごくあって、ジンは来年もどんどん読みたいし、いいのがあったらたくさん紹介していけたらなってすごく思ってる。ななみちゃんのそのジンの発掘力に私も完全に期待してる。なんかいいのだけ回してほしいもん。いいのだけ言いたい。いいのだけ回してほしい。やっぱさ、その選書ボックスとかさ、大きな数売れるんだったらさ、その発掘した本をさ、ボーンと買い切って売りたいよね。いやそうですね。なんかもう作家さんにもいいし、読者さんにもいいし、選書冥利に尽きるよね。それやりたいね、やっぱ。発掘したい。今年も、ななみちゃんはジン、萌えのは裏っていう感じで頑張っていきたいね。そうですね。どんな組み合わせ。そうか、じゃあどうしよう。じゃあ今年の目標
言ってくか最後。2026年どんな1年にしましょうか。うわなんか私は1個決めてることがあって、はい、なんか地味なこといっぱいやろうと思う。なんか結構チャプターズで改善したいけど後回しにしてた小さな悩み事がね、私的な、いっぱいあるのよ、はい、例えばなんかあそこのあれどうなってたっけな、まあいいやとか、わかる？なんかあそこのあれここをしたらいいけどまあいいやみたいので、もうほんと目先の大きなことを一回こう船を動かさなきゃいけない、その舵を取ってる身としては大きな決断ばっかりしなきゃいけなかったのね、でも来年は多分そんなに大きな動きをしなくても、一旦目処が立ったから事業計画引いてみたんだけど、だからもう小さなことを本当私が苦手なんだけど地味な改善とか小さなアップデートとかそういうのをたくさん重ねて、今まで派手なことを2個ぐらいやってたのを、地味を30個やるっていう、それをちょっと目標にしたいなと仕事では思って代表ですね。そうね。プライベートはやっぱちょっとちゃんと両国国技館に1回は行きたいなっていうでもこれさ、私がね目標にしたってダメなの。だってチケット買えないからさ。その相撲のチケット一般販売してるんですか？いや、なんかねファンクラブにも階層があって、無料と有料とあともっと高いやつとで、私は一旦無料のファンクラブダメだったから、もう課金する。でそれでもダメならすごい高いやつは本当高いからもうそれと合わせてやっぱロビー活動、私相撲好きなんですよねっていうのをなんかちょっと江戸っ子っぽい人に言っていく、積極的に。やっぱそれかな小賢しい。いや何としてでも行かなきゃいけない。そう大変せこいことをちゃんとやっていこうかなと思って。でもなんか仕事はやっぱ楽しい。本当にこれより楽しいことはないから、ななみちゃんが元気で働けるように私はしたいし、私も元気だから自分の、気持ちと健康、ななみちゃんの気持ちと健康が来年も同じく健やかであるようにやりたいなと、そうですね、思っていますかね。ななみちゃんは来年今年は、そうですね、なんか好きなことの中にある苦手もちゃんと救ってあげるみたいな。私は本がすごい好きだけど、その中にも苦手ジャンルっていうかこうあんまり手に取ってないなっていうジャンルが結構あって、それこそちょっとこう知識系の本だったり、頭に効くような本だったり、この前お悩み相談してて思ったんですけど、萌野さんってもう仕事もプライベートのお悩みもどっちもいけるみたいな。私仕事やっぱちょっと弱いなっていうところがあったりとか、最近思ったのは歴史系とか時代系とかのジャンル全然読んでないな。いろんなまだ読んでないジャンルがある。頑張ってるね、ななみちゃん最近。なんか読んだ本さ、日々共有するじゃん。結構難しい時代小説とか読んでるね。いやで、そう、この前読んだなんだっけ、シャンプーの動画の時だったかなに、話した歴史小説がすごく面白かったんで、読んだら意外と面白いな。落下狼藉っていう吉原の本、遊郭のお話なんですけど、なんだろう、そういうこう女のドロドロとかそういうことじゃなくって、普通にこう街を作り上げる人たちの戦いの物語が、なんかそのなんだろう、当時にしかない熱量みたいなのがめちゃくちゃかっこよくって、読んだら好きじゃんねっていうのを分かったんで、なんかただこう食わず嫌いしてるだけかもしれないから、なんか嫌だなって思ったらその時こそ買うぞその本はみたいな感じで、読書の幅はもっと広げていきたいなって思ってます。やっぱ本だな、私は。なんか恥ずかしい。私本の話一個もしてない今日。私もいい本の話したい。
私だって本好き。いや、そう、でも、謎の意地。そう、前田さんもずっとおっしゃってたじゃないですか。なんか趣味も仕事も読書だみたいな。その中にやっぱ相撲が食い込んできたでかさそうね、あるんですよ。ちょっとね。相撲がやかましいね。頭の中で。私は仕事も趣味もまだ本しかないから、早く、じゃあ分かった。私は今年の目標、推し欲しい。あれなんか見つけてできるもんじゃないような気もするんですけど、推しできたらいいな、私も。そうだね。楽しいよ、推し。ね、楽しそうですもん。3ヶ月ごときのにわかファンがマウント取っちゃった。いやー、悔しいな、ずるいぞ。本は、そうね、なんか、私は、結構本は今いいペースで読めてて、選書が結構上手くなってきた、自分が。いやー、素晴らしい。ほんとさすがです。それは、いやいや、でもそれは多分ね、選書マイスターっていう講座を始めるときに、選書家を名乗るぞって決めて、私もうめっちゃ機嫌悪かったもんね、去年の初め。もうなんかもう本の再読と解説と書評しすぎてもうピリピリでした。だからなんかあの期間を経てやっぱ本がすごいもっと好きになったし、でも知れば知るほど本が遠いことも知ったから、なんか本はこのペースでやっていきたいな。はい、じゃあチャプターズもね、あと普通にプライベートも、あと裏もね、みんなでしっかりラジオ楽しい。なんかいい加減なこと言える。カットできないんで気をつけなきゃですよ。そうだね、本当そうだね。じゃあこれ本当一回回しっとりだもんね。はい、そうです。じゃあ皆さん今年2026年もどうぞどうぞチャプターズブックスターと、あと楽しい本と書店員 YouTube チャンネル、YouTube も10万人いくといいね、今年。あとちょっとね、ちょっとチャンネル登録とかぜひぜひしてもらえたら嬉しいです。ということで、新年最初はラジオでお届けしました。皆様今年もいい1年に一緒にして、たくさんいい本に出会えるように私たちもどんどん紹介していくので、今年もどうぞよろしくお願いします。お願いします。ということで、じゃあ終わりにしましょうかね。はい。はい、じゃあ失礼します。バイバーイ。